角も取れてたんですね。そう。若干でも1回目よりはガクって減る感じはないかな。そうですよね。2回目なんで結構定着もいいかなっていうところと。脂肪吸引豊胸メインで行っている森脇慎です。今回は28歳女性の2回目の脂肪豊胸、お腹の脂肪吸引からお胸への脂肪注入に関するマーキングから施術風景、ダウンタイム1週間、1ヶ月後経過、ビフォーアフターを紹介していきます。それでは早速見ながら紹介していきます。前回二の腕から脂肪筋して補強してくれた方、二次補強はですね、ってことはお腹から取っていくんですけど、ちょっと減りましたね。減りました。でも、測りに行ったら何カップは。本当ですか。2回目だともうちょっとしっかり定着するので、できるだけやりたい。ちょっと様子見ながらですけど、できるだけ注入して、2回目の方が定着率いいんで、これで合計2カップ以上は上げれるかなとは思うので、ちょっとここでしっかり入れていきましょう。今回はお腹から取るんですけど、かなりお腹綺麗なんですけど、だからもうお腹もしっかりと綺麗な感じなんですけど、多めに入れていただいて、トータルでいいかなと。そうすると、あれですよ、二の腕を沿って、中もちょっと上半身かなりすっきりして、綺麗な体が作れるかなと思いますね。さあ、マーキングに移っていきます。まずは腹筋の3つのラインを確認しながら行っていきます。腹直筋のライン、真ん中の白線のラインですね。その後、腹直筋の横のラインを確認しながらウエストライン、くびれですね、しっかり作るのと、しっかり陰影が出るところ出ないところを確認しながら、全体的な解剖学に基づいたマーキングを黒のマッキーを使って行っていきます。この方かなり筋肉質で綺麗なラインが作れるので、こだわりを持って吸引するためにもこのマーキングは非常に大事なものになってきますね。そして赤で傷跡の位置ですね。今回は3箇所からやっていきますね。鼠径のところ2箇所、へそのところ1箇所、そしてお胸、まずは正中部分にマーキングをしていきますね。乳房下縁のラインをしっかりと同定して、そこの下に越えないようにこのカーブに沿って曲線を描きながら注入することで綺麗なお胸のラインを作っていきます。こんな感じで全体的にマーキングしながら、しっかりと解剖学を確認しながら施術を開始しています。さあ、これがマーキング後のラインですね。しっかりと解剖学を意識したマーキングを行って綺麗なボディラインを目指していきます。さあ、ここから施術に入ります。一部グロテスクなシーンがあるので、苦手な方はダウンタイム経過までスキップしてください。今茶色いもので塗っているのがヨードですね。これはかなり殺菌作用があるので、しっかりと術前にこのヨードで消毒します。じゃあ今ポイントをつけてからいつもの感じで説明してやっていきますね。お腹の場合は3つ、鼠径のところとへそのところですね。へそのところは目立たないです。この鼠径のところはややちょっと目立つ可能性あるので、傷跡が切れてやつありますね。今、麻酔液を巻いてますね。全体に巻いていって、ちょっと痛がってますけどね。しっかりと線後半の負担にしていきます。この麻酔液をしっかり巻いておいて、今回の方かなり、ピラティスとか運動してるんで、綺麗な筋ラインしてるので、しっかりと入れていって、ボディラインに沿って吸引してあげるとかなり綺麗なラインが作れるかなと。こんな感じでやっていきますね。今、吸引していってるんですけど、まずこのラインを、そういうラインをしっかり作って、そこから全体に吸引していく感じですね。結構、綺麗なラインを作っていけそうな筋なんで、しっかりと穴掘ったら、その周辺をしっかり取って、他の脂肪を取っていく感じですね。左右に比べてもらうと、だいぶ違いがわかるかなと思いますね。で、ラインを作るときは、現在着ている3分、もう本当にこうしっかり。痛そうですよね。真ん中ですね。この白線というラインがあるときに、もう限りなくゼロにしていく。キラキラにしていきます。
なんかへこみを作るみたいな感じですね。そんなにへこませて大丈夫と思われるぐらいが多分ちょうどいいですね。こうやって溝ができているのが分かるかなと思いますね。髪揺れを操作してから溝を作っていく。そうするとこの色ができてこの溝を作っていく。さあ、そして採取できた脂肪はこのオレンジ色のトマトジュースみたいなものですね。採取した脂肪をシリンジに敷いて遠心分離にかける準備をしていきます。脂肪細胞をなるべく細かくするためにこのようにシリンジからシリンジに入れて純粋な綺麗な脂肪だけを注入するような感じにしています。これがしこりにならない工夫の一つでもありますね。そして遠心分離に回していきます。ここで回してなるべく綺麗な純粋な脂肪細胞だけを注入することができます。回しています。じゃあ注入ですね。で、最初に乳腺から大胸筋の中か大胸筋の下の順番に入れます。一番定着が多いのは大胸筋の中、血管が多いので血流がいいのでそれが起こるんですけど、しっかりトップを立ち上げるのが乳腺の下に入れてあげるのが一番いいので、まずはしっかりと立ち上げてあげて、その後定着しやすいところの大胸筋の中に入れた後に皮下で微細な調整をして最後にボリュームストローですね、出すために大胸筋の下に入れる感じでやっていきます。乳腺の下に100、大胸筋の中に100、下に80、大胸筋の下30ぐらい入れるかなというところですね。さあ、そして術直後のビフォーアフターを見ていきましょう。こちらお腹ですね。しっかりともともと綺麗なんですけど、やや脂肪が乗っているのが分かるかなと思いますね。さあ、こちらアフターですね。しっかりラインができて、くびれもできて、綺麗なボディラインが作れているかなというのが分かりますね。綺麗ですね。さあ、そしてこちらがビフォーのお胸ですね。アフターですね。綺麗な円形のお胸になっています。では術直後の様子を見ていきましょう。真ん中って上の方か張ってる感じですよね。ちょっと一度こう水溜まってはきて、おそらく1週間で抜いた方がいいかなという気がします。あんまりきついとかあれなんで、溜まってる筋肉のうちに、あとしっかり腫れるとディスコだけ腫れそうですか？帰ります。ちょっとしっかり反省してるけど、結構しっかりとってここから1週間後の経過です。お腹の脂肪吸引から2回目の脂肪補給をしてくれた方の1週間の経過を聞いていくことなんですけど、どうでしたか？1週間。でも思ったより全然楽でした。思ったより。二の腕の方がきつかったんです。二の腕の方が私はきつかったです。全体的に脂肪吸引、顔が一番楽で、次二の腕、お腹、太ももっていう順番にどんどん下にこうダウンタイムきつくなっていくんですけど、本当に個人差あって太ももでもそんなに痛くないっていう人もいたりとか、二の腕がすごい痛いっていう人もいたりとか、結構個人差ある。かなり 1600cc 取ったので、ラインも作っていったので、結構ダウンタイムはきついかなと思ったんですけど、思ったより洗濯も取れてた。そう。だから多分今もう1週間でかなりラインもできてるので、多分めちゃくちゃいい感じにお腹になると思うので、2回目なので定着がいいかなと思うので、ちょっと楽しみにしていただければなと思うんですけど、結構あれですよね、この下のあたりが腫れたんですよ。めちゃくちゃここは腫れますね。ポコッとしますね。ポコンってしてて、座るのが痛くて、結構あんま座れない。そうですね。今はだいぶ引いてきてると思うんですけど、どれぐらいで引いたんですか？3日目、4日目ぐらいから引いた感じです。で、ちょっとリップの感じが分かるんですけど、このお腹やって足まで内出血が降りてきてるんで、結構そういう思ったよりはきつくないと言いつつもきつくないことはないと思うので、そこはあれかなと思いますね。で、今もう硬縮硬い感じが出てきて、お腹結構そのダウンタイムの過ごし方で仕上がりが変わってくるので、そこから気をつけていただきたいなと思うんですけど、例えばこういう
前かがみになって線が入ってすると、結構癒着が強いので取れなくなっちゃうので、それを伸ばしてもらって、あとあれですね、その形ですよね、ちょっと変わったっていうのがあるので、ちょっとね、お腹やっぱり癒着強くて変わったまま過ごしちゃうとそのままの形で変わっちゃうので、ぜひこう伸ばしてもらって、ちょっとひたすら伸ばしてもらっていいかなと思いますね。どうですか、張り感とかは？いい感じ。いい感じですか？なんか違和感がもちろんあります。でもなんか1回目よりも腫れてない感覚です。自分的には入れてる場所が変わってでも多分1回目でちょっと伸びたんで、それでちょっと張ってる感じが2回目の方が楽な人が多いんですけどね。1回目で2回目、2回目で3回目の方がその定着率がいいので、今から断定を過ごす気をつけてもらって、お食事をするメルですね。ぜひ入れたものが。お酒とか結構飲みます？お酒はでも1ヶ月は禁止しようと思って、そうですね。ぜひお酒とタバコはちょっと飲んでいただいて、あとは睡眠の質ですね。しっかり睡眠してあげて、なるべくストレスがないようにしてあげて、栄養をとっていただければ、結構きれいになりそうな感じ。あとは傷ですよね。ちょっとここそのところ傷がちょっと若干盛り上がってる感じがあるので、でも大丈夫だ。1週間くらいやって大丈夫だと思うんですけど、ちょっとそこだけ様子見ていこうと思って。ちょっとこう、すれちゃったら、そこだけにして、ここだけしてあげてください。なんか気になることありました？なんかこれは荒れてるのか、聞いてるのか、ちょっとそうですね。ここはほっこりしてる感じあるんで、若干水溜まってるんですけど、水抜くほどじゃもっと水溜まると思ってたんですけど、あんまり水溜まってなかったので、ここは若干プニプニした感じ、水溜まってるんで、ほっこりしてる今言ってるんです。引いてきたらシュッとしてくるので。これはいいなのかな？すごい悩んで最初の頃。全然何だと思って違いますよね。ここにちょっとだけ水溜まってるんですけど、抜くほどじゃないかなと思うので、ここはもうそのままちょっと経過見てもらおうかなと思いますね。こう見るとちょっとポテンができされてるんで、ちょっと1週間で違和感あるんですけど、1週間の経過としてはすごい落ち着いてるところでいいかなと思いますね。1ヶ月後の経過を見ていきます。脂肪分2回目ですね。1ヶ月ですね。結構硬いですね。カチカチ。今でやってなかったです。そっちでね、欲しく強いと思うんですけど。そうですね。でも痛みは全然大丈夫そうですね。突っ張り感があります。突っ張り感は若干ないですね。そんなに結構硬い感じ。硬い。硬いかもしれないですけど、ちょっと硬いポコポコした感じがあるので、これが消えるとかなり綺麗なラインになりそうなので、ここはちょっと経過見てもらったらいいかなと思いますね。ボルネはどうですか？やりました？若干でも1回目よりはガクッていう感じはない。そうですよね。2回目が結構着もいいかなっていうところと、最初に比べると結構大きくなったんじゃないかなと思うんですけど、どうですか？ありがとうございます。2回目になると、かなり定着は最初よりそこはいいかなと思いますけどね。やっぱりその2回、3回、多い人だと5回とやらせてもらうんですけど、例えばみんなを納得したりとか、スッキリさせてあげて、このバスケを上がるとかなり映える体になると、ここはいいかなと思いますね。こっちはどうですか？何か1回目はパツパツだったんですけど、2回目は収まったって感じですね。じゃあちょっと余裕を持った感じがあるんですね。最初に言ったところでちょっと余裕が広がって、そこにいるって感じ。その分定着に救われたなと思いますね。もともとスポーツされてたんでしょうか？ピラティス。そうですね。ピラティス、今やってます。今もやってます。もともとの自分のライン今ちょっと公縮で一番1ヶ月がピークなんで、ちょっとまだ分かりにくいですけど、これが消えたらかなり自由なラインができてきて、もちろん高いボルティが楽しみですね。楽しみです。ありがとうございます。最後にこれから注意してアドバイスあります。案外腕よりお腹の方が私は楽だったんですけど、ダウンタイム一気に私はもう年内にいいと思ったので詰めてそうですね。胸の定着も良くなることだったので、たまにお腹の方が楽とか足の方が楽っていう人に痛みが怖いからっていうのでちょっと迷ってる人はちょっとニュースあるっていうのを分かって
で、期間とかね、そういうのを相談しながらやってもらったらいいかなと思いますね。じゃあまた3ヶ月にしてます。最後にビフォーアフターを紹介します。こちらもともとの1回目のする前のお胸です。2回、術後1週間では黄色みがありますが、しっかりとボリュームがあるのが分かります。1ヶ月経つと多少はボリュームが減りますが、しっかりと残っているのがこのビフォーアフターを比べても分かりますね。1回目と比べるとやはり 1.5 から2カップは上がっているのが分かるかなと思います。こう閉じた時もかなり弾力性のあるボリュームのあるお胸になっているのが分かりますね。綺麗です。はい、ということで今回は28歳女性のお腹の脂肪吸引から2回目の脂肪補強の予想、マーキングから施術風景、ダウンタイム1週間経過、1ヶ月後経過、ビフォーアフターを紹介しました。かなりお腹の脂肪吸引をしてお胸に入れると全体的な上半身のボディバランスを整えれるので、とても満足度の高い施術になると思います。興味がある方はぜひ参考にしてみてください。今後も脂肪吸引や補強に関する動画を投稿していくので、チャンネル登録やいいねよろしくお願いします。それでは。